はい、セリカさんです。今回はマスターグレードガンダムバージョン 3.0 をカインズの水星シルバースプレーを使ってパーツの裏側を塗装していきます。前回の動画でシナンジュスタインの塗装をしたのですが、クリアパーツの裏側に塗装したらどうなるのか気になったので試してみました。水星スプレーを使うので初心者でも実践しやすい内容となっています。それでは早速作っていきましょう。いきなりですが仮組みの状態を見ていきます。外装パーツがクリアパーツで内部フレームが普通のパーツとなっています。クリアパーツは色付きで初代ガンダムの配色通りの組み合わせです。透明度が高いクリアパーツなので内部フレームが程よく見えるようになっています。ガンプラによく使われている色が採用されているので実験も兼ねてこのガンプラに塗装してみました。このガンプラはガンプラ専用の LED ユニットを頭部に入れて発光させることができます。 GN ドライブ用の LED しか持ってないですがこれで試してみます。試してみたら光が透き通って頭から GN 粒子を散布してるみたいになりました。本来ならカメラアイだけ光るはずですがクリアパーツなので頭全体が発光します。これはこれで好きって人もいると思うので一長一短といったところですね。仮組みが終わったら分解して塗装していきます。マスターグレードは内部フレームに外装パーツを取り付けていく構造なので割と分解しやすくて助かります。スプレー塗装をする前にマスターグレード1体にどれぐらい塗料を使うのか確認するために重さを測定しておきます。このスプレーは前回の動画で使用したので今は約 240g でした。塗装後にもう一度確認してみます。塗装するパーツには色々な形状があるのでスプレーか筆かで塗装するパーツに分けておきます。基本的に左のような単純な形状はスプレーで塗装して右のパーツみたいに袋形状になっているパーツは筆で塗装します。塗装前にパーツの表面をマスキングしておきます。スプレーの勢いが強く表面に塗料がつくかもしれないからです。パーツが多いので面倒ですがパーツ表面に塗料がつかなければいいだけなので雑にマスキングテープを貼っていくだけの簡単作業です。マスキングが終わったら段ボールにパーツを両面テープで貼り付けていきます。パーツを貼るだけなので100均の両面テープを使うと安く済みます。値段の高いいい両面テープはもったいないので気になる人はプラモ用に100均の両面テープを買っておくと便利です。ベランダで塗装するのですが塗装に使うところを養生しておきます。自分の場合は実家なので必要最小限だけ養生してますが賃貸ならもっと広い範囲を養生しておいた方がいいです。養生が面倒なら誰もいない時間の公園など広い場所で塗装してもいいと思います。塗装前の準備ができたらスプレーで塗装していきます。スプレーはパーツの外から吹き始めてパーツの外で吹き終わるのが基本ですがパーツの裏側を塗装するので軽く意識するぐらいで気楽に作業しましょう。またシルバーは薄いので 2,3 回は重ね塗りをした方がいいです。パーツ表面に塗装する時と違ってそこまで変なことになりにくいのでこれから塗装を初めてやる人にはチャレンジしやすいと思います。塗装が終わったら乾燥させます。塗料が床につくかもしれないので新聞紙などの上に置くようにしましょう。次に筆で塗装していきます。紙コップの中にスプレーを吹き付けて塗料を出します。スプレーなら希釈する必要もないので筆でも簡単に塗装できます。塗料を紙コップに出したら筆で塗装します。筆は100均で買った筆を使っています。こちらもパーツの裏側を塗装するので気楽に塗っていきます。スプレーの時と同様にシルバーは薄くなりがちなので色が濃くなるように重ね塗りをした方がいいです。またスプレーで塗装したパーツも色が薄いところがあるかもしれないのでこの作業の時に一緒に修正しちゃいましょう。元のパーツと比較してみます。クリアパーツの色や濃さによっても印象が変わるので参考程度に見てください。このシルバーは金属粒子が粗いので光を乱反射させるような見た目になります。他のパーツは最後の完成品のところで確認してください。筆の洗浄はキッチン用マジックリンと水道水を使います。最初にマジックリンで塗料を落としてから水できれいにします。長時間洗わずに塗装していると筆の塗料が落ちにくくなるので20分くらいを目安に洗浄した方がいいです。またマジックリンでパーツについた塗料も落とすことができます。綿棒にマジックリンを含ませてパーツについた塗料をこするときれいにすることができます。塗装していると知らないうちに変なところに塗料がついたりするのでこの方法できれいにしましょう。ちなみに塗料を全部落としたいときはマジックリンにパーツを沈めた方が楽です。塗料を落とした後はティッシュなので表面についたマジックリンを落としておきましょう。意外と予想外のところに塗料がついている時があるので大変ですがパーツ一個一個念入りに確認した方がいいです。ここまで来たら塗装は終わりですが最後にスプレーの重さを確認しておきます。スプレー使用後は約 190g だったので 50g ぐらい使ったことになります。前回の HG シナンジュスタインの時は 80g ぐらい使ったのにそれより少なく済みました。もっとたくさん消費すると思ってたのに意外な結果でした。内部フレームのディティールをセリアで購入したプラモ用マーカーのゴールドで軽く塗装していきます。ずっとシルバーを使って飽きたのでこの色を選びました。マーカーなのでディティールに合わせてなぞるだけで簡単です。これもマジックリンで落とせるので気楽に作業できます。今回は外装パーツを塗装しているので内部フレームがほとんど見えなくなりますが
が、動かして内部フレームが少し見えた時に違いが出るので軽く塗装しておくと楽しいです。塗装が終わったのでパーツを組み立てるのですが、パーツ内側を塗装しているので組み立てにくい箇所とか出てきます。自分の場合は力技で強引に組み立てたりしますが、どうしても無理な時は内部パーツを少し削ったりなど調整しています。あとこのガンプラにはシールのリアルスティックデカールが付属しているのですが使いませんでした。塗装した部分がシールによって見えにくくなってしまうからです。小さいシールなら貼ってもよかったのですが、塗装実験も兼ねているため極力余計なものを貼らないようにしておきました。組み立てが終わったら最後にトップコートをしていきます。画像のようにある程度の部位ごとに分けて作業していきます。トップコートはカインズの水性クリアスプレーを使いました。このスプレーも 300ml と容量が多いので気楽に使うことができます。特に部位ごとに分けるとスプレーの使用量が多くなるので、こういった時に容量が多いのは助かります。今回使用したスプレーはこちらの動画で使っているので気になったら確認してください。トップコートを1日乾燥させたら組み立てて完成です。それでは完成品を見てみましょう。今回はカインズの水性シルバースプレーを使いましたが、直接パーツに吹き付けてもいいし筆で塗ってもいいなど簡単に使えるので初心者の人には使いやすいです。問題は容量が多いので使い切れるかわからないっていう贅沢な悩みがあるくらいです。ホワイトのクリアパーツが多いのでそれが一番目立ちますが、他の色のクリアパーツもそれぞれ独自の見た目となっています。なるべく他のクリアパーツも見やすいように撮影しているので一時停止してパーツを確認してください。まだまだ塗料が余っているため他のガンプラにも使っていきたいと思います。最後に塗装後に LED を入れたらどうなるのか確認します。結果はカメラアイだけ発光するようになって GN 粒子を散布しなくなりました。パーツを塗装しているので当然ですが、シルバーでもここまで発光を抑えることができます。ここまで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは普段はクリアカラーガンプラをメインに色々な実験をしながら動画を投稿しています。今回の道具に関連した動画がコメント欄にあるので、チャンネル登録前に見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。